皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点で、スポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願い今日しまはもうサッす。カーの話でいきましょう。はい、まずワールドカップのはいはい。組み合わせ、抽抽選組み合わせ、選会がありましたね。決まりましたし、それから日本の J リーグも優勝チームも決まりはい、ましたし、まあ、それから来年から以降、秋、春制になるのはどうなるうん、のかとか、日はい、本のサッカーの未来のことをいろいろ喋ってもらいたいと思うので、はい。サッカージャーナリストの大隅義之さんと後藤武雄さんに来ていただきました。大隅さん、後藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いしまはい、よろしくす。お願いしよろしくおます。願いします。今日から3回連続でサッカーのことを思い切り喋っていただきたいと思うんですが、第1回目としてやっぱりワールドカップの抽選会が終わりました。まず第1番目に感想からお聞きしましょう。大隅さん、あの抽選会感想いかがでしたですか？抽選会って抽選結果ですか？抽選会から行きましょうか。抽選会。抽選会もひどかったです。最悪でしたね。最うん、悪でした。ひどかった最悪でですね。したね。もうなんだか知らないけど、あんなことに腹立たしくてしょうがなかったです。いや、でもあれ、やっぱりアメリカンはあんななるんですかうね、サッカん。ー。いや、アメリカって言ったらエンターテインメントの本場ですからね、もっと面白いショーにしてくれるのかなと思ったら、どうしたんですかね、あれね。下手くそでしたね。うエンターテインん、メントとしても下手くそだったし、そそれでから政治家に対するごますりもちょっと異常だというまあ、ところがありました特定のですね。政治家ですけどね。そうですね。う。まあ、あれをそれ、政治家と呼べばね、政治家でしああ、ょうけどいいですね。ね。素晴ね。らしいツッコミですね。あれは政治家といえば本当そのとですね。ディールですね。まあ、どういうディールがあったのかわかりませんけれども、とにかく、抽選の結果は決まりました。大隅さん、結果はいかがですか？そうですね。まあ、ワールドカップだなっていう感じですね。オランダとやああ、んなきゃいけない。うん。あと、そうまあ、ですね。アフリカの守備の強いチーム。まあ、多はい。分ヨーロッパはまだ決まってないチーム。はい。どことやってもやっぱりその楽な試合はないし、はい。かといって今の日本は、どこでやっても、まあ、勝つ可能性を持ってるというように。うん。はい。そうですね。ポーランド、スウェーデン、ウクライナあたりはどこが出てきそうだっていう予想はどうですか？大そうですね。隅さん。はい。今、まあ、一番、ランキングから言えば、はい。ウクライナが一番高いわけなんですけど、そうですね。はい。まあ、ウクライナ、まあ、非常にその、選手たちがすごくこう、一つにまとまっているような感じが、予選を見てるとします。ですから、なるほど。そういう意味では、まあ、やっぱり、その通りなんだろうなっていうふうに思いますけど、なるほどやっぱね。り一方で、そのポーランドは、レバンドフはい。スキーってまだ年取るには早すぎるようなおっさんもうん。ますので、それがちょっとやっぱり、力になるんじゃないかと思います。スウェーデンはちょっなるほど。と今、あまり状態が良くないような感じがします。ああ、そうでうすか。ああ、ん。そうですか。まあまあ、どことやっても、強いとこと当たるワールドカップですから、まあ、韓国のチームはなんか日本ほど悪いところじゃなかったからよかったと喜んでるらしいですけれども、後藤さんいかがでしょうか、抽選のいや、やっ結果は。ぱりね、参加国が今度48人増えたでしょ。増えましたね。はい。もう、やっぱり水増し感は強いですね。よくはい。昔から死の組って言ったけど、どうはい。考えても死の組なんてないですよね。あだって日あ、本だって、それはサッカーの試合、どんな相手だって楽な試合っていうのはないんだけども、はい。例えば前回の抽選の後どうでした？ドイツ、スペインそうで言われて、すね。ね、それに比べたらやっぱり今度は、ああ、そうかって感じですよね。そうです最ね。初はい。のフランスワールドカップに初めて出た時に、アルゼンチン、クアルロアチアってゼンチン。言われて、いはい。やー、どこまでちゃんと戦えるのか心配だなって感じだったけども、うん。もう今ね、オランダとだって互角の、勝つか負けるかはそれは分かんないんだけど、はい。まあ、五分の試合をやって勝つか負けるかだろうし、
ってなるほど。いうことを見ると、昔のいうような緊張感って全然ないですね。なるほどね。うん。ということで、やる場所がダラスで2試合、それからメキシコのモンテレーで1試合と、ダラスで最初オランダとやって、その後、チュニジアとやって、そして、モンテレーと、メキシコ、ごめんなさい。ダラスで、オランダダラス、とやって、2オランダ、試合目がモンテレー、メキシコで、はい、チュニジアとやチュニジアでって、すね。で、3試合目が、ウクラヨーロッイナか、スウェーデンか、ポーパ、ランドと、はい。またダラスへ戻ってやると。うそれがん。6月の真ん中とそれぐらいでやるもので、ダラスは暑い。それからモンテレーは高度が2000メートル以上と。いえいえ、いや、モンテレは500メートルぐらいでモンす。テレーは、そんなことなんですか？うん。モンテレは500高くはないです。メートル、その代わああ、りものすごくそうですか。暑い。あ、その代わりはい。暑いですよ。ああ、そうですか。今年のね、9月はい。にイギリスのある団体が、ワールドカップ開催都市の報はい。告書っていうのを出してね、あはい。の、あるじゃない、WBGT っていうのが、うん。あれはい。はいはいはい。で35以上になる日数が何日あるかって調べた報告があっておー。ね、そうすはい。ると、ヒューストンが1番で50何日、2番がおー。ダラスで30何日、で、そあの後どこ、アタランタかながあ。は3い。番で、4位タイがモンテレうーーでん。9日なるほど。っていうね。要するに、今度の16の都市の中で、まあ一番暑いところを日本は暑いところ。引いちゃったわうん。けですね。それ、いいんじゃないですか、大隅さん。いや、ただダラスのスタジアムは室内競技場なんで、はい。屋根がありますよね。暑さの影響っていうのは、その試合自体はあんまりないと思うんです。ダラスとヒューストンはね、屋内なんですよね。はい。うん。で、モンテレーは、屋外ですから、モンテレーの場合は、しかも相手のチュニジアが、はい。ずっとそこに居座って試合を2試合目やるんで、ああ、まあ、そういう意味では、あっちのアドバンテージありますよね。なるほどね。一般的に言えば、まあ、暑さっていうのは、うまくこっちが対策をしっかりやれば、日本のアはい。ドバンテージにはなると思いますよね。なるほどね。何しろ日本の選手ってもう中学高校時代、真夏の炎天下35度ぐらいのところで試合して育ってきたやつらだし、そう、日本チームは中東でね、試合すはい。ることが多いんで、暑熱対策みたいなことを散々やってますからね。なるほど。それをきちっとできれば、少なくともヨーロッパのチームに対して少しアドバンテージになるかなって気がしますけどね。なるほどね。ただ、そむしろ、こで、ね、はい。暑い中で3試合やって消耗しちゃうと、決勝トーナメント行ってから、はい。ね、その疲労の蓄積が溜まってくるんで、勝ち抜くのは難しくなると思いますね。なるほどね。グループリーグで3試合やった後、トーナメントに入って5試合あると。で、日本代表チームが優勝を目指してって言ってるならば、8試合ということになるんですけれども、日本チームが初めて、ワールドカップに出た時なんかは、相手のとやったアルゼンチンなんかは、決勝にコンディションを合わせて、それで戦って、それで、準備したということを聞いたんですけれども、大隅さん、やっぱり日本もどうなんですか？決勝まで見据えた戦いぶり、戦略とか取るものなんですかね？いやいやいや、昔は確かに、強豪と言われたチームは、グループリーグは、まあ、コンディションがはい。悪くても適当に流しながら調整して、で、その後のラウンドで、調子上げるっていうようなはい。形をやってましたけど、はい。最近のワールドカップでは、どのチームも、まあ、油断すれば、足をああ、なるほど。どう使われるっていうことが、もう、分かってますんで、はい。とにかく、初戦には勝って、初うん。戦勝って、2試合目も勝ったら、もう試合うん。は流すっていうような形にな、なってるんですよね。ですから、なるほど。そういう昔のこうやり方のチーム、考え方のチームってもうないと思いますけど、なるほど。はい。初戦勝ったチームは必ず必ずではないですけれども、決勝トーナメントに進む確率は非常に高いというこそうですね。とを言われてますね。特に今回は、まあ、3位まで上がれるわはい。けで、はい。3位でもう勝ち点3、1勝で、得失うん。点差がまあゼロに近いものであうん。れば、多分上がれるんじゃないかと思うんですよね。なるほどね。うん。昔なんか耳にこびりついた一勝一敗一引き分けでも十分という言葉が、思い出されますが、後藤さんいかがですか？だから今回は一勝一分け一敗なら間違いなく多分いけますよね。なるほど。だからとにかく後のことを考えれば、初戦に勝って勝ち点3取れば、
後の2試合はそれなりにこう、ローテーションしながら戦えまはい。すからね。後のために、は最初に勝ちたいですよね、なんとしてな、もね。ただ、という、これはい。もね、それ、あんまり言い過ぎるといけないんでね。初戦負けても、前回のアルゼンチンは最初サウジに負けましたけど、それで優そうですね、勝しちゃいまし負けました。はい。たからね。あとうん。頑張ればいいだけのことですからね。あんうん。まり初戦って言い過ぎるのも良くないと思いますね。うん、なるほど。ということは、もうこれはやってみないとわからないということですかね、大隅さん、どうですか？まあそうですね。でもまあ、ベルギーのとの初戦にやっぱり一番いいサッカーをしていかないと、後には進はい。かないと思うんですよね。あですから、あ。オオランダじゃあ、ランダオランダ、オのね。ランダ。ごめんなさい、はい。オランダですね。いい試合目ですね。はい。オランダとの試合に一番いいサッカーやんなきゃいけない。で、うん。まあ、それが、後々につながっていくし、それから、グループリーグを突破した後、はい。次のラウンドまで、中はい。かしかないことを考えれば、やっぱり、最後まで、その第三戦でもうん。死力を尽くして戦うようなことは避けたいっていうところです。なるほど。そう、今おまけ、度の大会、このはい。ラウンド32が一番大変なんですよね。なんから中3しいで日ですね。戦はい。って、しかも相手がブラジルかモロッコになるっうていうことでん。うね。ん。これが山ですよね、今大会。なるほどね。まあ、優勝を目指しているチームとしては、どこと当たろうが、なんと言いますか、危ないもクソもなくて、勝たなきゃいけないというところで行くんでしょうけれども、まあ、来年に入ってからまだ調整が何試合かありますよね。その間っていうのはどうなんでしょうか、大隅さん。やっぱり、まだ新しい選手が出てくるっていう感じですか？それとももうメンバーはほぼ決まってるって感じですか？いや、まあ、例えばね、ストライカーなんていうポジションは、やっぱりはい。調子の波があるし、それから急激に伸あびて点取る選手もいますから、あ、はい。まあ、最後までわからないと思うんですけど、うん。その他のところはもう大体、今年使ったメンバーがそのまま、まあ、から選ばれると。もう今年使ったなるほど。メンバーはとっても多かったですから、はい、はい。かなり大きな枠はもうできてると思うんですよね。うん、なるほど。だから決まってるっていうのは、その26人なり11人が決まってるっていう意味じゃ全く決まってないんだけども、はい。ね、今年使った非常に多くのメンバー使いましたよね。うん、そうですね。特にディフェンダーが怪我人が多くてね、新しいはい。選手次々と使った。だから非うん。常に大きなグループの枠として決まってるってことですね。なるほど。なるほど。ただ、まだ一番早い YouTube のシミュレーションでオランダ戦というのは、私、そのゲームで見たんですけれども、2対1でオランダに勝っていたんですけれども、シュートをしたのが、ヘディングシュートが、久保、それから、振り返ってシュートをしたのが上田綺世、それで、アシストはどちらも南野と。いう形の どうしたら久保のヘディングシュートっていう答えが出るんですかね。いやいや、見てみたいよね。一度見なかなかでてみたいね。したよ。ディフェンスを追い抜いて前に行って低いボールを、ヘディングしたの。なかなかよく考えた、結果だなと思ったんですけれどもね。考えたらそんな答え出てこないと思うんだよね。ああ、そうですか。それで、あと、ディフェンスで冨安が出ていたんですけれども、復活しちゃったか、どうですか？すごいな。笑われましたね、後ね、藤さん。いやいや、笑って、冨安、それは、もし冨安がね、はい。なんか、オランダの某チームが、興味を持ってるとか話ありますけど、はい。これから復活してくれれば、それは嬉しいですけどね、かなりハードなことだと思いますよ、これからっていうのはなるね。ほどね。ずっと試合出てないですからね。さあ、そうですよね。それと、今、日本はセンターバック候補いっぱいいますはい。からね。センターバックはそのシミュレーションでは板倉になってましたけれどもね。まあ、スリーバッ板倉クで。少なくとも26人には入ると思いますけど、はい。はい。板倉、谷口、冨安というバックスになってましたけれどまあ、そも。れは楽しみですね。ああ、そうですか。それ、どうですか大隅さん。誰かキーパーソンというか、キーになるような選手、あるいはそのラッキーボーイになるような選手とかっていうのは、なんか考えられますかね？まあ、僕はやっぱり鈴木ザイオンだと思いますね。ああ、キーパゴールー。キーパーが、やっぱり、はい。これまでのワールドカップになく、その世界の、トップレベルに近い選手が得たと。それはい。で、まあ、今まで入れられた点が、そこで防げるような可能性が
あるわけですね。はい。ですから、ザイオンが活躍してくれれば、もう本当に、どことやっても、いい勝負に持ち込めるんじゃないかな。もちろうん、ん。ブラジルとかモロッコとやっても、はい。そういうふうに思いますね。なるほどね。昔ほら、アトランタオリンピックで川口が神がかりのあれでブラジルに勝ったじゃないですか。はい、はい。あれを神がかりではなくて、ね、うん。いつでもコンスタントにあのレベルのプレーできるのが、もしザイオンがね、なるほど。本当に育ったら、そういうキーパーになりますからね。なるほどね。大隅さんも後藤さんも、そのダイオンをずっと使っていた、ダイオンが使われていた時、アジア大会なんかでですね、これは育ててるんだと、育つんだということを言われてましたけども、大隅さん育ちましたね、もう完全に。そうですね。はい。まあ、はい。ずいぶん早くから賭けをするなとは思ったんだけど、はい。やっぱりもう、本当にもう、それは見抜いてたですね。うん、なるほど。森保と、それから、ゴールキーパーコーチ、はい。名前忘れちゃった。はい。とおかげだと思いますよね。なるほどね。他にどうでしょう、後藤さん。あとは、やっぱり点取る人ですよね。上セン田トリスト。綺世が、今の好調を、あと半年持続してほしいですね。1なる試合に4点っていうのはなかなかすごいことですすごい、からね。びっくりしましたですけれども、えニュースで。なかなか、大特に初活躍して。戦ね、オランダとはい。やるわけですから、はい。ね、オランダ人のこと知ってるし、向こうがディフェンダーが何かこう、声かけ合ってたら何言ってるかわうん。かるんでしょうからね。はい。でも、なるほど。日オランダ代、本人が、オラえンダオラ語はダメかな？オランダ代表のディフェンダーは、もうオランダではやってない。英語で喋るかな？うん。え。うん。ほとんどまあ、みんな、英語喋ったら英語わかる人いっぱいいるしね。こっちがえ何言っても日本語わかるやつ向こうにはいないんだから、それがアドバンテージですよ。ああ、今の日そうですか。本の選手、みんな相手が何語で喋っても大抵わかる人がいるわけでそうですよね。すからね。うん。スペイン語で何か言ったら、もう久保が全うん。部わかりますからね。なるほど。どうでしょう、それは非常に日本に有利な話を聞きいや、ました。本当こ大隅れアさん。ドバンテージじゃないですか。うんはい。他にもありますか、アドバンテージ。日本の。アドバンテージ、まあ、そっか、日本のいいところってやっぱりそのチームでプレーできるっていうところですよね。はい。もちろんワールドカップってまあかなり個の力が、重視さはい。れるっていうか、まあ、力を発揮するところなんはい。ですけど、その中で日本がそのチームでプレーできる、そういうサッカーで勝ち上がっていうことが、っていうことがやっぱり、なんていうのかな、こう、世界のサッカーに対するすごくいい影響になればいいなと思いますよね。なるほどね。うん。この、あの、ぐしゃぐしゃに汚れたFIFA の世界で、日本代表が本はい。当に、あの、素晴らしいサッカーを見せてくれたらいいなっていうふうに思いますけど。でも世なんか界が本当に見てくれるためには結果も出さないと見てくまあ、れないんだよそうだよね。ね。そうですね。やっぱ勝たないといけりない。ラウンド16で終わっちゃうと世界なかなか目を向けてくれないんでね。なまあ、るほどね。そうだよね。うん。最低でも8以上にうん、それ行くと。ぐらいね、前回のモロッコぐらいの活躍してほしいですよね。なるほどね。という時には、やっぱり PK 戦というのも何か最近は非常に、なんか比重が大きくなってるというような感じするんですが、この辺、大隅さんどう思われますか？いや、実はオランダは、まあ、はい。オランダとは PK 戦はやらないんですけど、オはい。ランダはそういう、その PK 戦に対する対策も、2016年のワールドカップからやってきて、あ PK 戦用あ。のキーパーを連れてってたんですよね。え2014年のえ。ワールドカップで。はいはい。それで、前回の大会もやっぱり PK 戦については、もう、合宿のたびに何年も前から練習してきたと。毎日うん。何本も蹴らせて、はい。っていうふうに言ってましたけど、やっぱり、それをもう日本チームも学んで、今まで2回 PK 戦で負けてるわけですから、はい。かなり真剣に今やってるはずですね。もちろん見せうん。ませんけど、はい。かなり真剣にやってると思います。です前から、回のね、クロアうん。チア戦の時は、森保監督が蹴るはい。順番、選手がにうん、決めさせうたんだってん。うん。うん、言って、それ何それと思ったんですけどね。本当、うん。そう、ちもうゃんとそれも反省分析研したしね。究してね、ねえ。そうそう。もうデータ時代ですもんね、そうですよ PK ね。はね。相手のキーパーの癖とかね、キッカーの癖とかはい。全部、ね、取っとかないといけないですよね。まあ、それにプラスザイオンがいるっていうのは、怪我治ってほしいですけどね。ザイオンがいるっていうのは、うん。すごく大きなポイントだと思いますね。なるほどね。
まあ、他に何かありますでしょうか？後藤さん、いかがですか？今度のワールドカップに向けて。今度のワールドカップに、そうですね、だからね、ブラジル、モロッコとやる、さっき言いましたけど、ラウンド32の試合、これがはい。本当に楽しみですよね。日あ本が1位にみ入っみて、ブラジル、みたいな。モロッコ、どういう順序か分かりませんけれども、はい。ね、ブラジルはまあ、この間勝ったからいいけど、モロッコとはぜひやりたいんですよね。このモロッコ、間勝ったブラジルって、この間いや、いや、勝ったというこれ、結果は、それは冗割に、談ですけどね。あ、そう、それは、それは冗談ですけど、モロッコうんっていうのは、今非常に勢いがあって、はい。前回ベスト4に入って、はい。それから次のワールドカップの開催国の一つそうなんですね。ですよね。で、はい。非常にこの間U20 のワールドカップでも優勝しましたし、うん。勢いがある。で、ヨーロッパ、南アメリカ以外の国がもし優勝するということを言ったら、大うん。抵モロッコが一番手に上がると思うんですよね。今、世界お中でね。ー、な誰るほど。もが思ってることです。だから、うん。そこに日本は挑戦したいっていう、僕はもう前から、前にね、久保選手がモロッコとやりたいっていう話をしたっていうのがね、ニュースでありうん。ましたけれども、僕もモロッコどっかでね、やって、勝負したいなと思ってたんでね、ああ、一番そうです。いい舞台なんで、日本の方がモロッコより上なんだぞって見せてやりたいですよね。まあ、なるこの、ブラジル、モロッコがいる C 組は、あとハイチとスコットランドで、はい。かなりもう力の差は2チームとはあると思うんですよね。そうですね。はい。ですから、この2チームのいずれかが1位、2位で出てくるのは、うん。もう必死だと思います。なるですから、ほど。まあ、日本うん。としてもね、3位になったらもう本当どこ行くかわからないんで、はい。まあ、1位、2位で、とにかく抜け出して、うん。ブラジル、モロッコとで、のラウンド32で、本当に、こう、最高のサッカーを見せて、勝ち上がってほしいですね。今の後藤さんの話を聞いたら、ブラジル来いよ、ブラジル来いよって思ってしまうなんか自分がよっぽどこう、何考えてるんだって自分で思いますけれども。できれば、1位通過すると、次のラウンド32、モンテレーまで行かなきゃいけないんですよね。うん、移はい。動がおできちゃうんですよね。うん。なるほど。だから2位通過で、ヒューストンだね。ヒューストンですからね、ジュース、近いですから、ダラスかうら。はい、ん。はい。僕もそれが非常に助かるんで、うぜひそうなっん。てほしい。ヒューストンの、スタジアムは屋根はないんで屋根すか？あります、あります。あります。あります。屋根あありますね。るんですか？はい。あそこな。ない方がいいのにな。みんな人工芝っていうところですよね、問題は。うん。人工芝剥がしそていや、うん、天然芝を張るという。天然芝です。それ上に貼っはい。てますよ。えもちろん。ああ、そうですか。だから、ワールドカップ天然芝じゃできない。うん。だかえら、あ、コンクリートの上に天然いや、芝を張るこいや、でとに、もそれ自体はそう大きな、問題ではないですね。あ、そうですか。本当の親善試合でちょこっとやるときには、ただ並べただけでね、全然根がついてない芝ありますけど、そんなことはい。ないです。それは FIFA あ、がもう何ヶ月も前からスタジアムで、なるほど。抑えちゃってピッチ作るわさあ、けですから。うん。さあ、あの、あっという間に時間が経ってしまいましたけれども、さあ、どうでしょうか。大隅さん、後藤さんの順番にお聞きしますが、優勝できますか？いや、あの、サイコお、ロ、48の面のあるサイコロ投げたら、どこが出るかっていうのは問題です。そこまでいかないですけあど、まあ少なくともね、16のサイコロのうちの一つぐらいの感じだと思いますね。なるほどね。いい答えを返していただきました。後藤さん、いかがですか？グループリーグ突破100%として、あとはい。どことやっても五分五分だという仮定にするんですね。そうすると 0.5×0.5× はい。0.5×0.5×0.5 っていうと3%ぐらいなんですよね。そうですで、ね。今言っはい。た前提はすごく楽観的なあれですから、まあ、それと暑さの問題もあるんでね、優勝はまあ目標であってね、はい。ノルマじゃないですよね。はい。私は、後藤さんにその、パーセンテージの計算を聞いたときに、昔、ジャイアンツの牧野ヘッドコーチが、バッターが3人連続でヒットを打つ確率というのは 0.3×0.3×0.3 だから、ほとんどないんだよって言ってたんですけまあれでも、ども、3本続けてホームラン打つこともありますからね。まあ、そうなんですよ。それを言おうと思ってたんですよ、今。それで、0.5×0.5× というのは、1試合が終わるたんびにその確率は変わるんですよね。
そうですね。で、まあ、これはどういう計算してもゼロではないんですね。ゼロではない。そうでも、ですね。それはどのチームも今回同じだと思い同ます。じだと。うん。なるほどね。というようなところで、そしたら最後にもう一回聞きましょうか。優勝チームはどこと予想されますか、大隅さん。いきなり来たね。優勝チームですか。はい。僕はね、イングランドが、うん。来そうな気がします。おー、面だけど、イングランド白い。は、本当に勝負弱いです。ああ、わかるような気がします。後藤さんいかがですか？そうね。まあ、アメリカ大陸でやってるんだから、はい。どっか、アメリカ大陸のチームがね、勝っつくんじゃないかなっていうことで、アルゼンチンの連覇にしときましょうか。おわー、これもまた面白いうん。答えで、どちらも日本という声が聞こえませんでした。非常に残念だとは思いますけれども、これを頭に入れて、日本選手、代表に頑張ってほしいと思います。続けてサッカーの話題、また、ワールドカップの話題も忘れたなんてことがあれば、どんどん入れていってください。次回もワールドカップじゃない、次回もサッカーの話題はい。を思い切りやりましょう。今日はどうもありがとうございました。またよろはい、しくお願いします。ありありがとうございがとうございましました。た。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、日本サッカー2026ワールドカップと日本サッカーの未来を考えるのエピソード2、J1 優勝若島、秋春制変更の J リーグの未来はです。引き続き、大隅さんと後藤さんとともにお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。